こんばんは、新パイロットきょうきょうです。今日はウィングフレックスさんからリリースされた新しいアクセサリーをご紹介していきます。ここは Airbus A320 向けのデバイス、キューブシリーズを販売しているということで、私のチャンネルでは過去 FCU、EFIS、RMP と3つご紹介してきました。しかしデバイスが操作時に動いてしまったり、そして何よりデバイス一つ一つに USB が必要であり、デスクの上がごちゃついたりと少し使いづらさを感じていませんか？今日はそのキューブシリーズを真の航空機パーツへと進化させる専用のアクセサリー、キューブスタンドをウィングフレックスさんから提供していただいたので、詳しくレビューしていきます。まずはこの大きな箱を開封してみます。中には大きなスタンドとボルトや工具などが入った箱が出てきます。内容物はこんな感じです。大きな本体と USB ケーブル、各キューブシリーズを固定するのに使う六角穴付きボルトと電池がありました。手に取って驚くのはその大きさと重みです。幅52センチ、高さ 16.5 センチ、奥行き 18.5 センチ、重さが 1.3 キロあり、机に置くと存在感を感じます。素材はプラスチックで、塗装はマットな質感となっています。底面には強力な滑り止め加工が施されており、激しい操作でもびくつかない設計になっています。このキューブスタンドはただの台ではありません。キューブシリーズを3つ並べて完全に一体化させるだけではなく、USB ハブ機能を内蔵しているんです。つまりパソコンへつなぐケーブルをこのスタンドで1本に集約でき、デスク環境を劇的にクリーンにしてくれる、まさに待望のパーツと言えます。ただ3つユニットを接続するので、電源付きの USB ハブを間にかませておくと安定しやすくなると思います。組み立ては非常にシンプルです。FCU と EFIS、RMP を USB ハブにつなぎ、スタンドに差し込んで、底面をボルトを用いて固定していきます。さて、完成した姿を見てください。どうでしょうか、この密度感。以前バラバラだった時とはデスクの雰囲気が全く違いますよね。FCU の底面にある照明調整用のノブ。以前は指を入れるのが少し窮屈だったんですが、スタンドで絶妙な高さが確保されたことで簡単に操作できるほどクリアランスが生まれました。最初から一つのユニットだったかのような一体感。これこそが専用設計の強みと言えます。重さについては2キロ以上となってしまったため、持ち上げて動かすのが少し大変です。スタンド背面に USB ケーブルをつないだら、概要欄にあるウィングフレックスさんのサイトでブリッジソフトウェアをダウンロード。アプリを開くとこんな感じにテスト用の画面が開きます。問題なく動くようであれば、このアプリを開いたままいよいよマイクロソフトフライトシミュレーターと接続します。ブリッジソフトウェアについても少し触れておきます。接続は非常に安定していて、私の環境では接続エラーは一度も起きていません。また、キューブシリーズは対応機種の多さも魅力です。マイクロソフトフライトシミュレーター2020、2024のフェニックス A320 はもちろん、フライバイワイヤー、イニビルズの A320 ファミリー、さらには X プレーンのトーリスまで、プラットフォームを問わずにこの物理的な安定感を手に入れられるのは、複数のフライトシムを楽しむ方にとっても大きなメリットになるはずです。
では実際に使ってみましょう。最大の違いは角度です。直置きと比べてダイヤルの文字が圧倒的に見やすくなりました。このキューブスタンドは実際の A320 のグレアシールドと同じ13度の傾斜がつくように設計されています。デスクに直置きした場合はどうしても覗き込むような姿勢になっていましたが、このスタンドを使うことで座った時の目線がパネルと整体します。数値の読み取りはもちろん、手を伸ばした時の自然なフィーリングは一度使うともう戻れません。夜間のフライトではこの13度の角度によってバックライトがより映えます。またエアバス特有のプッシュ・プル操作にも変化がありました。スピードや高度のノブを手前に引く際、これまではユニットが浮き上がらないよう手で押さえる必要がありましたが、このスタンドにがっちり固定することで片手でクイックに、そして正確に操作できるようになりました。まさにバラバラだったデバイスが一つのケーキパネルとして完成した感覚です。あえて気になる点を挙げるなら、やはり重量とサイズです。一度設置するとデスク上での存在感が増すため、スペースの確保は必須です。しかしそれを補ってあまりあるプロレベルの操作環境が手に入ります。キューブシリーズを揃えてきた方なら持っておくべき一品と言えるでしょう。最後にこのデバイスのお値段はウィングフレックスさんのサイトにて189ドル、動画編集時の為替レートで約3万円となります。ウィングフレックスさんのキューブスタンドいかがでしたか？このスタンドは単なるオプションではなく、最後にパズルを完成させるための必須ピースだと感じました。見た目が良くなることはもちろん、実用面でのストレスがゼロになります。気になった方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。もし今回の動画が役に立ったぞという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をして応援していただけると今後の動画制作の励みになります。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。